皆さんこんにちは。リジェストロト G の時戸でございます。 SFL 第7節、ホームでの VS 戦戦が行われましたので、そちらの方を振り返っていきたいと思います。それでは両チームのオーダーについて振り返っていきましょうと。リジェクト側のオーダーなんですが、今回はもうねマンツーマンでいきましょうという形になりました。今回ね、僕が中国大会に出させてもらうってこともあって、帰ってすぐ試合をしなきゃいけないということもありまして、できるだけ各々が集中できる形で、やるのがいいんじゃないかなと。いきさつは一戦交えてますので、そういうのも踏まえて、今回ね、そういうオーダーにさせてもらいました。で、相手チームのここでのオーダーだったんですが、なんとポイントゲッターのアデリがですね、体調不良によりまさかの欠場というのがオーダー発表の時に分かりまして、で、向こうのオーダーはあきらくん、あくあ、ひびきくんとなったわけであります。で、結果的に当初の予定通り僕があきらくんに、そしてレシャーがアクアに、そしてフードがひびくんに行く形となり、また梅さんがですね図らずも、ここでねお休みとなってしまったわけであります。梅さんね、今回江戸戦をかなりやってて、アデリー戦楽しみにしてたと思うんですが、ついてなかったというか、単純に見たかったけどね、梅原さんとアデリーの一戦を。あきらくんも僕もね、中国帰りでお互いにねそんなに準備ができたかというとそうじゃないと思うんだけどね。で、僕はちなみに中国に来る前にですね、水葉と対戦を結構やってもらって、あとでかかったのはですね、おすぎさんがですね、どうやらねゼータの方のスパーリングで来てたみたいで、ちょっとそのももちに連絡しておすぎさんと再生させてもらえたりするだろうかということで、当日、おすぎさんと対戦が結構できて、キャミー戦かなりいい状態でね迎えることができたというのが、今回あきらくんもねちょっと、ミスとかもあってお互い緊張もあったんだけど、僕としては全体的なキャミー戦の流れとしては悪くなかったんじゃないかなと思いますね。でもこの試合はね読み勝ちも多かったね。無敵技結構ガードできたし、あとここの前ジャンプ中継はねかなり硬い選択肢で相手のバーンアウトを誘発するためのこれね、しゃがみ弱パンチからのしないと連続カードじゃないから怖かったんですが、やっぱねキャミー戦は対空をミスって負けることが多いから、その対空を変な形でガードしちゃうっていうのがなかったのが今回の勝因にはつながったのかな。あとは起き上がりの読み合い、ここら辺とかの読み合いをすごい勝つことができたんで、もよく勝たせてもらいました。はい。そしてね、こちらのレシャー対アクアなんですが、実はねレシャーは今回アクア戦を担当することになって、ブランカ戦もそこそこに、やってもらってたんですけど、それよりはね、フードとたくさん履歴を残したりだとか、その梅原さんとスパーしたりとかっていうので、かなりね今回いろいろと動いてもらったね。そんな中このねブランカ戦もねもう見事でしたよ。1試合目こそねアクアのこの見事な連携、ブランカの非常に強力な連携を鉄壁のレシャーをもってしてもねなかなかガードするのは難しいから。でもねこれ確か多分2試合目だったと思うんだけどな、ここら辺かな。エドが通常技打った時に相手キャラが飛んでる時にあるのよ。そういう時エドって昇竜拳遅いからガードになっちゃうところあるんだけど、レシャーがね手癖でちゃんと対空前ダッシュやるんですよ。でそれを聞いた梅原さんがこれはまるで大抜きのようだねみたいなことを言い出して、ちょっと笑いを誘ってくるっていう、そういうシーンもありました。あとはこれだね、起き上がりのジャスパー。これはもうねレシャーは中国のゼンと結構仲良くて、完全にその力関係がレシャーが上でゼンが下みたいな感じに今なっちゃってるっぽいんだけど、ゼンが冗談半分なのかどうか分かんないんだけど、ブランカ戦はもう結局ジャスパだよねみたいな
歩いてきて相手の攻撃をジャスパーするのがもう攻略としてそういうのを狙わざるを得ないみたいな、強力な攻めを全部しのぎきれないから。でそういうのをねレシャーがちゃんと取り入れてというか、実際にジャスパーが決め手になったのが多かったんだよね、相手の通常技を。きたジャスパー禅の教えです。あ、やばっ、これも最近ねやるようになったんだよね。後ろに昇竜拳がエドは遅いからあんまりみんな狙わないんだけど、これも落とせる時にしっかり落として、落とせない時はちゃんと出さないっていうか、くぐったりもするからね、そこをダッシュで。鉄壁だね。最後はプッパまでやる。そして迎えた響くんとフードの試合であります。僕は今回リジェクト部屋での練習にはほとんど参加できなかったんだけど、来てくれた九条さんやら板垣くんやらリリー使いに、まあフードの勝率はね良かったみたいですから、今回はフードレシャーが相手の人1人担当にできたっていうのもあって、この高いクオリティを出せたんじゃないかなとも思います。ようやくねちゃんとホームの強みを生かすようなオーダーが組めたかなと。こういうのもねうまいよね。これでもね響くんマジでよく出てきたわ。これ5節前の第2節かな、戦戦があった時に響対フードになったんですよ。その時もねフードがかなり盤石の構えでこの試合を制してたから、響くんもねなんかあったとは思うんだけど、何か準備してたのがなかなか見えないぐらいフードがこの組み合わせ圧倒してたね。そんな、いろいろありましたが、フードがもう最後は無敵技をなんかもう全部当ててたね。とにかく完勝でございます。ということもありまして、戦対リジェクト、こちらはリジェクトが40対0で勝利です。ありがとうございます。これで1位を奪還することができました。素晴らしい。ということでですね、今節終了時点のディビジョン F の順位をチェックしてみましょう。ドン。さあリジェクトは首位奪還でございます。2節ぶりの首位かな。しかしながら若干ね、今回得失点戦からかなり取ったんですが、それでもなお、得失では戦を上回っていないので、引き続き差をつけるべく、残りホーム2回アウェー1回ありますので300点以上目指してねやっていきたいと思います。はい、それではここからは、スタッフさんの質問が届いておりますので、そちらに回答していきたいと思います。中国プレミア帰国翌日の試合出場となりましたが、中国滞在中に SFL の準備などはしていたのでしょうか。正直なところキャミー戦少々できましたけど、そんなにがっつりやっぱりできたわけではなかったですね今回。僕がチェンドゥの大会でかなり上の方まで、残れたというか残ってしまったのもありまして、そんなにねアキラくん対策っていうのはあんまりできなかったんですが、今回はね、マンツーマンで行くという構えを決めていましたので、チェンドゥに行く前に水葉とかなりやってもらったりとか、あとはお杉さんと直前できたというのが、大きかったですかね。アクア選手にはチェンドゥプレミアで県で2-1勝利していましたが、この結果オーダーには影響しましたか。今回も時戸さんが行くという戦はなかったでしょうか。ありませんでした。はい。アクアとの試合もね本当にギリギリ勝てたという感じだったので、はい、僕は明らかに行くということをもう決めていました。中堅オーダー発表前にちょっと一回確認していいですかと言っていたのは何を確認していたのでしょうか。中堅ちょっと一回確認していいですか。もちろんです。これね時間いただきたいっていうのはこうお話もありましたから、ありますからね、はい、これ大事ですそうだ大事だね。これ大事。レシャーエゴ
クラシックでお願いします。わかりました。ありがとうございます。これはですね、前回、いぶし銀線のレシャーがキャラ変更を、しようとしていたという反省を私ついに生かしましてですね、ちゃんと中堅オーダー発表前に今日のレシャーの、気分を聞いてちゃんとキャラは、誰を使うのかというのを聞いたということですね。学んでいる。中国プレミアでも今節でも剣が活躍していますが、現状のキャラ運用はどのように考えていますか？時々 JP はどうでしょうか？使いたいんだけど、まあでも剣の方が勝てそうだなと思ってしまいますね。まだていうか現状は思ってしまっていました。ただ今後は分かりません。 JP の連動はどんどん上がってきてはいるので、はい、僕のね JP の出番あると思うんでご期待ください。最後フードさんがまだできると言っていたリレー対策、具体的にどんな内容なのでしょうか？それはね今度の戦戦で見れると思います。はい、またここからは最近のチームメイトの様子を私が皆さんにお届けする。今回は誰レポートになるんだろうな。なんかでも面白いことあったんだけど、面白いことあってね、確か今回梅原レポートなんかあった気がすんだよな。あったわ。大会中にディスコの音声を聞きながらやる聞きながらやらない問題があって、で梅原さんがフードが響くんとの試合中に結構ね応援してたんですよ。でフードがラウンドの合間に多分ね運営の方のディスコードが聞こえるようになっちゃってて、それを切ろうとして間違えて梅原さんのミュートにしてしまって梅原さんの応援がうるさかったのかなっていう風に僕が思ってしまうということがありました。フードよくやったみたいなのを言った瞬間にフードが運営の人の隣の梅原さんのミュートしてしまうという事件がありました。はい、今回ねもう流れも良かったんで、先方中堅も勝てて大将も自信あっただろうから、まあそういうね、和気あいあいと、やることができました今回。はい、引き続いてね、我々頑張っていきます。そして、次節の予定でございます。ちょっと真帆さんね今へこんでるかもしれませんが、はい、次節の予定でございます。次節は11月の11日、また火曜日ですねに、今度はバレル、こちらね前回痛い敗北を喫してしまっているチームでございます。バレルに対してしかもアウェーで、私たち戦い抜く運びとなっております。非常に気合入ってます。ここで勝って、またね1位キープどころか差を離したいと思いますので、皆様もよろしくお願いします。それでは、本日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。また。